多次元でどの視座から見るかで意識が変わる感じかなっていうふうに言われたんですが、多次元、要は僕らよりも高次元になると、視座がなくなるんです。有意識の識は意識とか意志ですかっていうのは、意志ではないですね。その識はね、認識に近いかな。うーん。例えば、ってやって、痛いってなった。痛いから、その痛みを感じている私がいるってなってるんだけど、痛みがあることと、それを捉えている何がしかの主体があるっていう話は別だよっていうことなんです。この意識は何者っていうその疑問が生じること自体、私がいるという感覚の上で生じてきている疑問なんですよ。で、その疑問が生じる地点に対して違う次元の、え、話をしているので通じなくなってきちゃうんです。うーん、何かないかな。これ使おうかな。これ今日ちょっとセッションでやったんですけど、ここ行こうかな。ウリ坊さんの、でも痛いのは私なのではというご質問がありました。ちょっと哲学的な話になっていきますけれど、ちょっと、僕ね、ちょっと確かめられないですけど、実際に僕と一緒にやって参加してみてください。はい。右手で左手をつねってみてください。痛いですよね。で、痛くなるまでつねってください。僕も結構ギュッと今やってます。ご覧の通りです。はい。痛いです。まず第一段階。痛いのは左手ですか？脳ですか？私ですか？ついてこれますかね？皆さんもどうでしょう？左手をつねりました。痛みがあります。痛みがあるのは確かです。はい。痛みは左手が痛がっているんですか？脳が痛がっているんですか？私が痛がっているんですか？左手ですっておっしゃる方、左手のその痛みを感知しているのはどこですか？私の左手が痛いと脳が感知している。いえ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 、まあ、そうか。うーん、じゃあ、うん、こう、痛いってなって、これで私が痛いとなった場合、右手や足は痛がってないから私じゃないのかって話になっちゃうじゃないですか。うん、くるりさんが書いてくれた、そこに私はいません。ただ痛みがあるだけですってことなんですよ。で、前もやりましたが、左手をこう動かしているとして、はい。動いているとき、左手が左手を動かしているって思う人はあまりいませんよね。脳が指令を出して左手を動かしているっていう風に言う方、ほとんどになってくると思うんですけど、では、その脳を動かしているのは何なのかってことになるんです。左手が左手を動かしているわけじゃないと。脳が左手を動かしているんだ。で、その時、脳が脳を動かしているわけじゃない。じゃあ何なんだってこうなっていくんですけど、ついてこれますか？で、その延長線上に、あの、物
体ではない、まあ、なんだろうな、霊って言ってみたりだとか、意識って言ってみたりだとか、魂って言ってみたりだとか、なんだかふわーんとした私という元となるものがあって、脳を操作し、その脳から、手足を動かしっていう風になんか、リモコンで操作しているかのような感覚になってませんかって。で、その私ってのが操作しているコントローラーも本当はいないんですよっつう話なんです。ついていってませんって方もいらっしゃいますよね。うーん。で、意識が脳を動かしているのだっていうのも、じゃあ、寝てる時って意識ないわけじゃないですか。そん時って、誰が動かしてんのだとか、うーん。その宇宙意識って言葉もよく聞くんだけど、それをただの教養として、あ、こういう時は宇宙意識って答えとけばいいになっちゃってませんかね。宇宙意識がじゃあ何なのかってことが捉えられてるかってことなんです。それでいくと、私という言葉の代わりに宇宙意識って言葉を置き換えただけになっちゃうんですよ。脳はアンテナというか受信機っていう話を聞いたことがありますって、まさにそれを書いてるのが僕の本なんですけど、うーん。うん。で、その感覚はどこから来るのかマジで分かりませんっていう、じゃあこの感覚がどこから来るのかっていうのを真剣に研究した学問が脳認知科学っていう分野なんです。で、その脳認知科学の、先生が書いた本がこれだよって何度も紹介してるのが、これなの。で、私という感覚はどうやって浮かび上がっているのかっていう話です。これ裏表紙ちょっと読んでいくとですね、私たちは責任ある動作主だ。とはいえ、誰かが脳の中にいて判断を下し、レバーを引いていると感じることがある。一体私の統括責任者は誰なのか、それは脳の中のどこにあるのかっていうのが、まあ、ここの帯に書かれているんですけど、えーあの、それを専門で研究されている先生のお話。で、もう結論出てるんです、この中に。えやっぱり、この分野で言っても、こん中にいないっていう風になるんです。うーん、はい。僕が語るよりも、もうちゃんとした、専門の先生が書いたものがありますので、そちら見てみてください。はい。うん。どう言っていいかな。例えばなんですけど、今僕ここ、今痒いんですよ。で、これは脳がその痒みを察知したから痒いってなってるんですけども、そもそも痒みを発生させようってやってるつもりないんですよ。人類が到達できる最高の認知革命は非二元でいいでしょうか？どうなんでしょうね。うーん。そもそも非二元という考え方の中には、さっき言ってた絶対の世界ですから、相対っていう考え方がもう適用されないんですよ。それが適用されない世界なんで、最高最低ってその比較ができないんですよ。
不流文字って言うんですけど、仏教の特に禅の世界で、言われることなんですけど、教えを文字にすることができないっていう意味なんですよね。これも何度も話してますが、悟りを答えだと思っている人がたくさんいらっしゃるんです。何らかの答えに出会ったことだと思ってるんです。で、どう書こうかな。うーん。よくこの精神世界のね、こういうのに興味関心があって、まあ、そこを進んでいくことを探求っていう言い方ありますよね。で、探求っていうのは、そもそも相対の世界観の中で行われているんですよ。探す私と探される対象があるっていう関係で探求が進んでいるんです。で、ね、悟りというその言葉を知ったことで、悟りという答えがあるって、そこを求めてしまうのが、探求の袋小路に入っちゃうトリックなんです。そもそも、答えっていうのは、ね、相対する問題があるから成り立つ概念なんです。ね、問題と答えは相対するものです。これ自体が相対なんですよ。相対の世界が誤解であるということへの気づき、絶対の世界への気づきを悟りと言ってるのだから、相対の世界の道具を使って絶対の世界を表現することができないってことなんです。で、これを前に、あの、デジタルを使ってアナログに気づかせることはできるかっていう話で言ってたんですけど、通じるかな？